日本語カフェへようこそ。台湾で日本語を教えている日本人の春です。今日は日本語を勉強している外国人の方々が時々敬語について誤解している点についてシェアします。今日の動画は敬語の使い方について詳しく話す動画ではありません。敬語についての解説は概要欄に貼ってあるコースを参考にしてくださいね。まず最初の点です。多くの外国人が誤解していることは、敬語というのは自分が心から尊敬している相手に使うものだという誤解です。もちろんこれは 100% 間違いとは言えません。自分が心から尊敬している人がする行動を尊敬語にすることはもちろんあります。また自分が心から尊敬している人に対してする自分の行動を謙譲語にすることももちろんあります。でも次の場面を見てください。特に半沢さんが大和田さんにどんな言葉遣いをしているかに注目しながら見てください。人に物を頼むときに言う大事な7文字を以前教えていただきましたね。もうお忘れですか？あなたは小学生以下ですか？はい。ここで半沢さんは大和田さんにお忘れですかと言っていましたね。これは尊敬語の中でも丁寧さのレベルが高い種類の言い方です。ではお尋ねします。半沢さんは大和田さんのことを心から尊敬していると思いますか？そんなことはありませんね。実際半沢さんと大和田さんは敵対関係にあります。ですから本当にある人のことを尊敬しているかどうかと尊敬語を使うかどうかはあまり関係がありません。これは2番目の点とも関係があります。2番目の誤解は1番目の誤解と似ていますが、謙譲語を使うと自分を低めることになってしまう、自分の価値が下がるような言葉は使いたくないと感じる日本語学習者もいらっしゃるようです。皆さん、謙譲語を使ったら自分の価値まで低くなってしまうと思いますか？まずは半沢さんがどのように謙譲語を使っているか見てみましょう。単刀直入に申し上げますが、証券営業部が挙げているこの書類には重大な欠陥があります。ゴミ扱いしているのではありません。ゴミだと申し上げているのです。はい、ここで半沢さんは2回も申し上げるという言葉を使っていましたね。半沢さんは自分のことを本当に低めていたと思いますか？そんなことはありません。相手が作った書類のことをゴミだと言っていました。実際のビジネスの場面で相手の書類のことをゴミだという場面はめったにないと思いますが、今の場面からわかるのは、謙譲語を使ったからといって自分の立場や価値が低くなるということはありません。それどころか実際には尊敬語や謙譲語を正しく使うことによって自分は社会的なルールを守る一人の大人だということを相手に示すことができるんです。実際に自分の立場が低くなってしまうわけではありません。じゃあ一体どういう時に敬語を使うと思いますか？よく言われているのは、敬語は目上の人に使うと言われています。つまり年上の人ですね。じゃあ同年代や年下の人には敬語を使わないんでしょうか？これが敬語についての3つ目の誤解です。もちろん同年代や年下の人にも敬語を使うことはあります。それは敬語を使うかどうかという要素には年齢だけではなくて社会的な立場という要素もあるからですね。つまり自分より年下であっても会社の上司や自分より早く会社に入った先輩には敬語を使った方がいいですね。またもう一つの要素は親しさがあります。同年代の同僚でも会社に入ってすぐの頃は
まだ親しくないですので、普通はさっき半沢さんがしていたようにお互いに敬語で話します。でも親しくなるにつれてだんだん敬語が少なくなって、最後はタメ口になっていくかもしれません。逆にこの人とは親しくしたくない、距離を保ちたいと思っているなら、年下でも年上でもずっと敬語で話すかもしれませんね。さっきの半沢さんはどちらかというとそういう要素が強かったかもしれませんね。また相手が同年代や年下の人でも場面によっては敬語で話した方がいいこともあります。例えばみんなの前で何かスピーチをするときはどうですか？プレゼンするときはどうですか？年上の人だけではなくて年下の人たちに何か説明することもありますよね。会議で話すときや大勢の人がいるパーティーで司会をするとき、こういうときも普通は敬語を使います。それからもう一つの要素は話す人の個性、性格も関係しています。ある人は同年代や年下の人にも敬語で話すのが好きかもしれませんね。多分少ないと思いますが、もしかするとある家庭では親子や兄弟でも敬語で話すようにしつけられているかもしれません。ですから個人や家庭によっても敬語の使い方はいろいろ違いますね。じゃあ次に日本語学習者が疑問に思うこととして、敬語を使うなら最初から最後まで全部敬語で統一しなければならないのかという点です。これは場合によります。もし文章を書くなら文体は統一した方がいいです。今の日本語教育では敬語には5つの種類があると言われています。皆さんが敬語と聞いてすぐに思いつくのはさっき出てきた尊敬語と謙譲語だと思いますが、この2つ以外にも謙譲語にとも言われている丁重語があります。で、あとの2つは丁寧語と美化語です。もしかすると今の話を聞いて、丁寧語も敬語なの？と思われた方もいるかもしれませんね。そうなんです。いわゆるです、ますがつく丁寧語も立派な敬語なんです。そして文章を書くときにはです、ますを使う丁寧語を使うのか、だやであるを使う状態、または普通体とも呼ばれるスタイルを使うのかは統一した方がいいと言われています。じゃあビジネスの E メールはどうですか？これは形態、つまりです、ますで統一した方がいいですね。もちろん社内の報告書などは状態、だであるでもいいと思います。新聞や論文はどちらですか？状態ですね。でもアナウンサーが話すニュースの内容はどうですか？形態です、ますで統一されていますね。ですから文章を書くときには統一した方がいいです。では文章を書くのではなくて話すときはどうですか？これは話す言葉を全部敬語にしないといけないわけではありません。最初は敬語で話しますが、だんだん親しくなってきたら形態と状態をミックスさせることもよくあります。例えば相手に関係あることは全部敬語にして、でも自分の気持ちを話す部分は状態にするということもあります。例えばお客さんにこんな風に言えますね。ようこそいらっしゃいました。あれ？ちょっと部屋が暑いな。のような感じですね。お客さんに関係ある部分は尊敬語やです、ますの丁寧語で話します。でも暑いなっていう時には状態で話していますね。はい、じゃあ最後の誤解は二重敬語は全て間違いだという点です。確かに明らかに間違いと言える二重敬語もあります。例えばこんな感じです。社長がお手紙をお書きになられました。これは間違いですね。社長がお手紙をお書きになりました
だけでもう尊敬語になっているのに、さらにそれをお書きになられましたのように尊敬形にしてしまっていましたね。これは良くない例です。でも謙譲語、特に謙譲語の1と謙譲語2、つまり定調語と言われているものですけど、この2つは一緒に使うことができるんです。そしてそれは正しいこととされています。例えば社長の代わりに自分が手紙を出すときに謙譲語を使ってお出ししますと言えますが、それをさらにお出しいたしますのように言うことができるんです。お出しいたしますといえばお出ししますよりもさらに丁寧になります。また、もともとは二重敬語でダメだと言われていたものが、今では広く使われて認められているものもたくさんあります。例えば尊敬語では召し上がりますだけでももう尊敬語なんですけども、さらにお召し上がりになりますという言い方、これは今は認められています。また謙譲語なら伺いますをさらにお伺いしますにした言い方がそうですね。こんな風に本来は二重敬語良くないと言われていたものでも、多くの人が使うようになっていつの間にか定着した二重敬語がたくさんあります。はい、わかりましたか？今日は一つ一つの敬語の使い方をご紹介するのではなくて、敬語についてよく誤解されている点について一緒に考えることができました。特に個人的に大切だと思うのは、尊敬語や謙譲語を使うのは本当に尊敬している人に対してだとは限らないという点です。場面によってはこれらの敬語を使うことによって自分を正しくアピールすることができます。もちろん 100% 使いこなすのは難しいことだと思いますが、日本人のコミュニケーションにとって敬語は欠かすことのできない部分ですから、ぜひまずは聞いてわかるようにしてください。そして今日出てきたいくつかの半沢直樹のシーンは、私のコース看日劇学日語というコースから引用したものです。このコースに興味のある方は概要欄を見てください。ではまた日本語カフェで会いましょう。春でした。